レベル 41N、良い子の8つのお約束について解説していくよ。今回は日本語版だけどいいたじゃないな。実は今回、日本語版だけども、いつものファンドム JP 版ではなく wiki.jp 版の空間なんだ。なので、若干世界線は異なるけども、大きな差はないから安心してね。初の wiki.jp 版、どんな空間なのか気になる。まずは部屋の外観。レベル 41N は、現実世界の住宅地に似ている空間で、田園の田舎風景が広がる空間なんだ。哀愁漂う空間だな。次に、レベル 41N について説明するよ。レベル 41N の危険度は3。空間信頼性は安定していて、実体信頼性は不明なんだ。見方が全然わかんねえ。簡単に説明すると、空間信頼性は、その階層空間がどれくらい安定しているかを指し示す評価で、実体信頼性は、その階層空間に実体がどれだけいて、またどれだけ放浪者に有効敵対的であるかを示す評価。そして危険度は、その階層の安全性がどれだけ取れているのかを、総合的に数値化したものなんだ。となると、この空間は安定しているけど、実体がいるかわからんから、危険度3って感じなのか。次に、レベル 41N の特徴について説明するよ。レベル 41N は、時間帯が夕方で固定されていて、気温は摂氏20度ほどかつ湿度は 65% ほどで、比較的過ごしやすいんだ。空は常に晴れていて、今までに雨は計測されていないんだ。まさに日本の気候だな。ちなみに、この階層内には Wi-Fi が一切存在しないので、レベル 41N でこの動画は見れないことに注意してね。何も知らない状態で現場行くと積むな。レベル 41N を探索する際にあたって、守らなきゃいけない注意事項がいくつか存在するんだ。村の掟的なやつか？それがこちら。結構あるな。その中でも特に注意してほしいのが3以降で、3以降のルールの詳細について詳しく説明するよ。まずは3のルール。レベル 41N には多くの住宅が存在していて、内部では電気やガスが利用でき、家の扉は基本的に解錠されているため、容易に侵入が可能できるんだ。普通に住めるじゃん。その他にも食料や水などの飲料が存在するため、長期間の滞在に適しているんだけど、これらの食料や飲料は、バックルームズ特有のものではないので、抵抗感なく安心して食べることができるんだ。現実世界の食料しかないの珍しいな。そして、さっき言ったように侵入時は扉の施錠を行い、部屋の電気を点灯することが重要なんだ。施錠忘れありそう。次に、ルール4。レベル 41N の道路には、たびたび横断歩道と押しボタン式信号があって、これらの信号はボタンが押されるまでは、必ず歩行者信号が赤かつ自動車信号が青の状態になっているんだ。至って普通そうな信号だな。ちなみに、十字路などにもその信号が設置されているため、十字路すべての自動車信号が青、歩行者信号は赤というような光景が広がっているんだ。自己まっしぐら。押しボタンを押してから約20秒ほどで歩行者信号が青に切り替わり、その後約1分ほどで赤に切り替わるので、車両は一切走行していないんだけど、信号が青の際に片手を上げて渡るんだ。左右は確認しなくて大丈夫なのかな。次に、ルール5。レベル 41N の道路上では、稀にいい匂いと形容されるような香りがする場所が存在していて、これらの多くは、焼き芋やお弁当の食料の匂いだったと報告されているんだ。近所から焼き魚とかカレーの匂いがするときって最高だよな。でもついさっき言った通り、このような場所へは近づいてはいけないため、なので、匂いが感じられた時は、迂回路から進む必要があるんだ。そのまま進んじゃいそうだけどな。次にルール6、7。レベル 41N には、人間どころか虫などの生物が一切存在しないんだけど、時々目線を感じたり、誰もいないはずなのに物音が聞こえるなどの報告が複数あるんだ。怪奇現象？視線を感じた際は、下を向いてゆっくり離れ、物音を聞いた際は物陰に隠れ、ここには誰もいませんと3回唱えるように気をつける必要があるんだ。ホラーゲームでありそうな行動。ちなみに、これらは大方幻覚や幻聴であると考えられているんだけど、少なからず何らかの実体が存在する可能性があることに注意が必要なんだ。目には見えない実体の可能性も考えられるな。そして、ルール8。レベル 41N では道路や公園等に不自然なものが存在することがあって、これらは濡れた砂場に刺さったスコップや車輪が回っている倒れた自転車など、人だけが忽然といなくなったかのように感じられるものが大半なんだ。めっちゃ気になるやつ。しかも、そのものは幼稚園児から小学生が使用するサイズがほとんどであるため、落とし物の判別は簡単にできるんだ。まあ生存者にとって有用な物資であることはほぼないけど、このような物品に触れてはいけないんだ。
まあ物品が子供向けのものだしな。これらのルールは以前、階層内にたびたび存在する張り紙に記載されていて、階層内でも確認ができたんだけど、今現在、レベル 41N 内にこのような張り紙は確認されていないため、ルールの確認は事前に行う必要があるんだ。無鉄砲に突入したら積むやん。そして、現在までに注意事項を破ったという報告が1件を除き一切なされていないため、逆説的に違反した放浪者は失踪していると考えられるんだ。罰が重すぎる。最後に、レベル 41N の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル 41N の入り方。レベル 2N で小学校の昇降口のような構造を見つけ、外に繋がっているように見える扉を開くとレベル 41N に、レベル 40N で外れ落ちると、レベル 41N に、行くことができるんだ。学校からここに来れるの違和感ないな。一方、次のレベルの生き方は、レベル 41N で外れ落ちると、レベル 42N に、レベル 41N でマンションを見つけ、中に入るとレベル 84N に、レベル 41N の太陽が突然沈み始めると、レベル 240N に、レベル 41N 内の信号が赤の状態で横断歩道を渡ると、気がつくとレベル 669N に、レベル 41N の住宅内で衣類の山に潜り込むと、レベル 763N に、行くことができるんだ。どの階層に行っても雰囲気のギャップが全くないな。ということで、今回はレベル 41N について解説したよ。レベル 41N は、よく見る田舎の住宅街って感じだったけど、謎の風習というかルールがあるのが不気味だったな。しかも、破ったら失踪するらしいし。まあ、ルールさえ守れば普通に暮らせそうなところだし、個人的には、ルールの穴をついた時にどうなるか気になる。例えばどういうの？例えば、走らないことってあるけど、早歩きなら OK なのか、どれくらいのスピードなら許容範囲なのか、自転車乗ったらアウトなのか色々考えられるんだよね。ただのひねくれ者じゃねえか。